皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ソニーの Xperia 1 Mark V のレビューをお届けしたいと思います。こちらはソニーマーケティング株式会社様からお貸しいただいたものになっています。7月の14日に先日発売されたばかりになっているこちらの Xperia 1 Mark V ですけども、結構もうすでにレビューの方出ていますが、Xperia シリーズのハイエンドモデルということで、非常にね、もう持った感じ、もう全ての面において質感が高くてですね、これはただものではないなというものをね、本当に感じています。ということで、外観、そして使用感などを含めましてご紹介していきたいと思います。それでは最後までご覧ください。本日も行ってみましょう。ということで、まずざっとスペックの方をご紹介したいと思います。まず搭載しています SoC になります。スナップドラゴン8 Gen 2モバイルプラットフォームが搭載されているということで、非常にね、パワーのある最新のプロセッサーとなっています。そしてメモリーは 12GB となっていまして、非常に大きなものが積まれています。そして今回お貸しいただいたこのモデルに関しましては 256GB、またバッテリーは 5000mAh に対応し、そしてワイヤレス充電、Qi にも対応しています。そしてカラー展開になりますが、こちらのモデルはプラチナシルバーと言いまして、こういったね、ちょっとこう白っぽいというかね、グレーがかっているというか、こういったシルバーの感じも入っています。この他にブラックのモデル、またカーキグリーンといったね、そうしたバリエーションも存在しています。そして気になるカメラになりますが、注目すべきポイントとしましては、このツワイスブランドですね。いいですね。このロゴマークが入っているだけでね、ちょっとテンションが上がると思いますけども、まず一番上から超広角カメラ 16mm のものになっています。画素数は1200万画素。そして真ん中は広角カメラで 24mm 相当で4800万画素となっています。そして一番下がカメラ越しでもわかりますけど、ちょっとただものではないというカメラが積まれています。こちらは望遠になっていて 85mm から 125mm の望遠となっています。画素数は1200万画素となっています。というわけで三眼カメラになっていましてね、どのカメラも本当に性能の高いものが積まれていると思いますし、ましてやソニーは世界各国のスマホメーカーにイメージセンサーを供給しているということで、もうこの Xperia 1 Mark V のハイエンドモデルもしっかりかなり高性能のものが積まれていると思われます。後ほどサンプルの写真と動画をご覧いただければと思います。というわけでスペックは以上になりますけども、外観の方をね、しっかり見ていきたいと思います。まず背面の方を見ていきますと、この真ん中にソニーのロゴがあります。そしてちょっと薄いですけどもね、Xperia のロゴマークもあります。そしてフロントになりますが、こちらにカメラがありますね。そして真ん中にスピーカーがついています。そして正面に対しまして右側になりますけども、こちらにボリュームボタンがついています。また電源ボタンですね。さらにもう一個あるんですけども、こちらがカメラ起動ボタンになっていまして、瞬時に起動するようになっています。そしてそのまま反対側を見てみますと、全く何もボタン類はありません。そして下部になりますけども、USB-C ポート、そしてマイカーナーですね。そしてこちらが SIM カードのスロットになっています。特にね、SIM ピンを使わずに、とりあえず爪でね、ここを引っ掛けて開けることができるのがいいですね。そして最後に上部になりますが、3.5mm のイヤホンジャックがついているのも嬉しいですね。昨今ハイエンドモデルにもこういったものがなかなかついてきませんけども、ソニーさんしっかりね、つけてくれてるの嬉しいですね。そしてもう一つね、マイク穴のようなものがついています。ということで外観の作りに関して見ましたけども、持った感じのこの質感になりますけども、若干ね、サラサラボコボコとしているテクスチャーになっていて、音をね、聞いていただきますと、こういった感じのテクスチャーになっています。これがですね、滑り止めの効果もありますし、非常に肌触りがいいです。そして先ほどからお見せしているこのサイドの部分もそうですね。私のイメージとしましては、アタッシュケースのようなイメージですね。さらにね、こう縦線にスリットがずっと入っていますので、デザイン性もさることながら滑り止め構造になっているっていうのがいいですね。この持った感じ、非常にね、この幅も狭いんですけども、持ちやすいっていうのが本当によくわかります。ちなみに横幅になりますが、だいたい 70mm といったところでしょうか。そして高さになりますけども、164mm といった感じになっていますね。こちらのスケールであればそんな感じになっています。そして厚みになりますけども、だいたい 9mm という感じになっています。では合わせて重さの方も測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 188.2g となりました。ということで外観の方見てきましたけど、非常にね、薄くて、そして持ちやすくて、質感は抜群になっていますね。さすがハイエンドという感じになっています。というわけで動作感について見ていきたいと思いますが、この Xperia 1 Mark V にインストールされている中でアプリを動かしていきたいと思います。まず最初に見てみますのは、この Google マップですね。
今ね、東京を表示していますけども、この動きをちょっと見ていきたいと思います。吸い付くように動きますね。はい。全く引っかかりとかもたつき感っていうのは一切ありません。そして航空写真に切り替えてみたいと思いますが、非常に滑らかで私の指の動きにしっかり追従してきてくれます。ではこのままね、ちょっとストリートビューに切り替えて動作感も見てみたいと思います。非常に滑らかですね。引っかかり感など一切ありません。回転させてみましても非常に滑らかですね。では次に Google アプリでニュースの方をね、ちょっと見てみたいと思います。どんな感じで表示されるでしょうか。こんな感じでね、出ていますけども、滑らかですね。このように動作感っていうのは全く問題ないですね。今使っている中で引っかかり感っていうのは全くありませんし、動作に関しましては本当に滑らかになっています。現在は光回線の Wi-Fi で接続しているんですけども、全く問題ない動作感になっています。では Chrome で Yahoo をね、開いてみたいと思います。ニュース一覧をこのように表示していますけども、いかがでしょうか。ちなみに現在、リフレッシュレートは 120Hz に変更してあるんですけども、非常にやっぱり滑らかですね。こういうリフレッシュレートが高いと残像が残りにくくなりますので、目がね、疲れにくいっていうのはあると思いますので、せっかくついているのであれば使った方がいいのかなと思います。もちろんバッテリーの消費とのトレードオフになるっていうのもありますから、その辺はバッテリー容量やバッテリー残量と相談しながらということになると思います。もう本当にサクサクになっていて、しかもヌルヌルしたようなスピード感といった方がいいかもしれません。ですので、すごいこの動きっていうのが非常に心地いいなと思います。カメラ越しですと分かりづらいかもしれませんが、私のね、今肉眼で見てる中では非常に滑らかになっています。そして次にこのディスプレイになりますけども、こちらの解像度はブラウェア譲りの高精細な 4K 有機 EL ディスプレイということで、ピクセル数は3840ピクセル ×1644 ピクセルとなっていまして、比率は21対9とね、なかなか他のメーカーではないこの比率になっています。というわけで縦長になっている。で、しかもですね、超高解像度 4K に対応しているということで、ハイスペックでも本当に言うことはありませんね。そしてこのように拡大してみてもテキストの粗さっていうのは一切ありませんし、もっとね、目の前で見てみますけど、ここまでしか今拡大できませんが、めちゃめちゃ綺麗ですね。肉眼ではそのギザギザ感っていうのは全くわからないようになっています。そして続きましてサウンドに関してになりますが、こちらは YouTube 上の NCS というね、そちらの音源を使ってこのスピーカーがどんな感じなのかね、少しお聞きいただければと思います。30秒ほど流しますので、そのままお聞きいただければと思います。はい。ということでですね、今お聞きいただきましたけども、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃね、音圧がありまして、こちらのフロントスピーカーと、そして分かりづらいかもしれませんが、この一番下部のね、USB-C ポートのこのちょっと上の部分になりますが、これぐらいのスリットがついてるんですね。ここにもスピーカーがしっかり入っていまして、本当にこうステレオスピーカーとして、しかもよくあるね、Bluetooth スピーカーほどではないかもしれませんが、かなりそれに近いような音圧、そしてこう重厚感といった方がいいかもしれませんが、スマホとは思えないような解像度の高い音質が出ています。これは本当に素晴らしいとしか言いようがないですね。ということで、本当に申し分ないサウンドを奏でてくれます。では最後にカメラがどんな感じなのかもご紹介したいと思います。まずこのコインがね、どんな感じに映るかちょっとやってみたいと思います。すぐにピントが合ってくれましたね。そしてズームもね、しっかり効いてくれます。15センチぐらいの今距離ありますけど、拡大してきました。ちゃんとピントが合ってくれました。そしてこの操作パネルを見ていただきますと、今倍率が 3.1 になっています。0.7 にしますとこんな感じになりますね。そして1倍。そしてさらにこうしていきますとズームを効かせることができますね。今 2.6 倍まで来まして、さらにズームを効かせることができます。はい。ちょっとここでボケましたね。さすがに近すぎるのかもしれません。そして今蛍光ペンを出してみましたが、しっかり映っているでしょうか。ではズームしてみたいと思います。はっきりパキッと映っています。
では屋外で動画と写真の撮影をしてきましたのでご覧ください。まず川にいましたサギを撮影しました。結構遠くから撮っています。そして動画に切り替えまして、今望遠を使ってズームを行っています。結構寄れますね。すごいですね。ここまで寄れました。これはフル HD での撮影となっていますが、結構ね、ディティールもしっかり撮れていると思います。そしてまた写真に切り替えて撮っています。これは動画の途中で写真撮影を行っていますので、若干ね、ちょっとボケている感じはしますけど、水辺のね、水しぶきも撮れてましたね。そして次に手ブレ補正の検証になっています。どうでしょうか？手持ちだったんですけども、結構すごいんじゃないでしょうか。次にドコモの、これ鉄塔だと思いますけどもね、結構寄れてますね。すごいですね。そしてこれは肉眼で見た感じになりますが、さらに望遠したらこんな感じになるということですね。すごいですね、望遠。というわけでここまで Xperia 1 Mark V についてご紹介してきましたけども、まだまだ使い込む時間っていうのはちょっと短いので、本当の実力っていうのはこればかりではないと思います。特にカメラに関しましては、このビデオプロというアプリや、このシネマプロっていうのがありましてね、これは本当にプロユース向けというかね、なかなか詳しい方でないと難しいかもしれませんけど、普通にですね、このようにワンタッチで起動するカメラで、ただシャッターを切るっていうだけでも本当に綺麗な写真を撮ることができますので、もうそれだけでもね、十分満足できるんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。